猫はこっちが必死に何かやっている時に限って何も関係ない顔をして寝ている。それがいい。宮崎駿。宮崎駿は猫好きって聞いたことあるよ。へなんかえ。映画にもさ、猫のキャラクターあよく出てくるよね。あ、はい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 。耳をすませばとかね。耳をすませばとか、あと、魔女の宅急便のあの黒猫のジジとか。うん。だからやっぱ猫好きなんだなって思うよね。じゃあ今日のリスニングテストを始めましょうか。小倉先生、タイトルをお願いします。猫の大冒険。ほほほかわいい猫がいますね。なんかリュックサック背負ってね、うん、どこかに行きたいのかな、これ。うん、歩いてるね。後ろになんかいるけど、これ何ですか、小倉先生。うーん。鳥かな。鳥、このちょっと不大、気味かな。そう、ちょっと不気味な感じだよね。うん、なんか悪いことが起こりそうな。じゃあ、どんな話なのか聞いてみてください。始めましょう。質問。田中先生の猫はどこにいましたか？僕、この前、猫が家から脱走しちゃったじゃん。うん、いなくなっちゃったんだよね。そうそう、一週間前、彼の実家に行ったんだよね。うん、猫と犬も一緒に連れて行って、猫は、まあ、外には出られないようにしてて、家の中は自由に歩き回れるんだけど。で、何日か泊まってて、その家に。で、夜寝てて、次の日朝起きたら猫がいなくて。で、その庭のガラス戸を見たら、ちょっとだけ開いてたの。多分ビスビー。猫の名前はビスビーなんだけど、ビスうん、ビーが出ちゃったっていう。でさ、本当にどこ探してもいなくて。うで、ん、うん、超焦って、やっべうん。えって。で、絶対なんか怪我してたり、他の動物に襲われたり、なんかね、いるんだよね。いろんな動物が。野良猫もいるし、庭に入ってくんの。ええ。そう、可愛いんだけどさ、ラウルって呼ばれてる野良猫。でもなんか強そうなんだよ。可愛いけど。だからビスビーは絶対やられちゃうんおだよね。ー。あとトラクワうチだっん。けはいはいはいあれ。日本語ではいはいはいなんていうはいはい。のあれ。あの動物。トラクワチっタヌキみたいなね。て感じうん。だよね。しかうん。もさ、ハゲタカもいるの。上には、空には。おー、ほう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 。で、飛んでるんだよ結構、ね。隣の家の屋根とかに止まってんだよね。おー。もう、午う前中ん。はそこになぜか2羽ハゲタカがさ、はいは止まってて結構大きいんだよ。どのぐらいって言えばいいんだろう。椅子ぐらいある。い。はいはいは椅子ぐらいの大きさで2羽ね、い。う隣のんうん。家の屋根に止まってて、まあまあ近いんだよね。だから絶対これ、よしこは大きい犬だから襲われないけどさ、よしこって言うんだけど、うん。犬は。ビうスビーがんうん。庭に出たら持っていかれちゃうじゃん。多分。はい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 。で、すごい心配になってさ、もう探し回ってたんだけど、特にハゲタカにやられたんじゃないかって思ってて、なんか思うよ。なんかさ、だってさ、いつもは2羽一緒にいるのに、その日だけ1羽しかいなかったの。はいはいはいだはい。からさ、もう、狩りが終わってあ帰っちゃったのかなみたいな。すげえあ、本気で心はいはい配したからはい。ね。その時は。で、近所の人にもチャイム鳴らして、写真見せてさ、スマホで。はいはいこれうちのはいはい。猫なんですけど、今朝逃げちゃって、もし見たうん。ら教えてくださいって。もうね、うんうん。10軒ぐらい周りのええ、家、すごい。初めてちゃんと近所の人と挨拶したけど、みんなね、親うん。切だった。あ、よかったね。なんか、心配してくれて、なんか一人おじちゃんが出てきて、チャイムをしたら。うん。最初すごい顔が険しくて、ちょっとなんか迷惑かなって思ったんだけどさ。うん。でも、写真見せたんだよね。これうちの猫で逃げちゃったんですって。その瞬間さ、おじさんが一番最初に言った言葉はさ、おう。
かわいいねって言ってて。あはははあ、猫好きなんだと思って。あー、そうだろうね。そう。で、近所の人に聞き回った後でもう、でもやっぱ誰も見てないかって思って家に入って、で、もしかしてって思ってね、屋根、2階の屋根に行っちゃったのかなって思って、自分も登ったの、屋根にうん。登って、屋根の上を歩いて、ビスビーって呼んだら、にゃーって言ったんだよね。お、にゃーにゃーって言ってて、でも、あー、ビスビーってなって、鳴き声のする方まで歩いて行って、見たら、うん、屋う根とん、なんていうの、柱の間っていうのかな。なんかね、もう絶対どうやって入ったんっていうところに入ってて、うん。で、出られなくなっちゃってて。はいはだから、金網いはい。をペンチ持ってきて、一本ずつ切っていって、穴を開けて、うん、うん、ビスうん。ビーを出したんだけうん。ど、いろんなとこに入るからね、そう猫って。そうそう。本当に。でさ、怪我とかしてなくて、水飲ませたらうん。飲んでて、餌もなんか元気に食べてさ。やっぱお腹空いてたから。そうそうそう。で、うだから大ん。丈夫だったけどさ、めちゃくちゃ焦った。もうなんか悪いことを想像して、ハゲタカにやられちゃったがって、本当に思った。あげたか見てみたいな。お疲れ様。はい。皆さんどうでしたか？今日の私たちのこの猫の話。猫の話とハゲタカの話ね。そうですね。じゃあ答え合わせをします。小倉先生、質問は何でしたか？田中先生の猫はどこにいましたか？はい。答えもお願いします。家の屋根と柱の間にいました。じゃあ今日の表現です。小倉先生、今日の表現は何ですか？焦る。焦るという言葉は、時間がなくて、早く急がなきゃと思っている時や、緊張したり、不安になったりして、ああ、どうしよう、どうしよう、どうしようと思っている時に使います。小倉先生は最近焦ったことありますか？あります、あります、あります。僕出かけるときにカバンを持たないから、携帯電話、財布、鍵を自分のポケットの中に入れるんだけど、うん。ポケットの中に鍵がないと思って一瞬焦りましたね。で、よくポケットの中を探ると鍵が入ってた。ああ、よかったね。鍵をなくすとね、かなり焦るからね。うん、うん、どうしようどうしようってなるよね。うん。で、この焦るの漢字の本来の意味は、焦げるっていうね。焦げるっていうのは、肉とか焼きすぎたら黒くなって焦げるよね。あとパンとかもね、長く焼いていたら黒くなる。これを焦げるという。だから焦るの意味は、気持ちが熱くなってじりじり焦げていくような、そういうなんか気持ちを表してるのかな、わかんないけど。そうだね。うん、会話の中では僕がビスビ猫を探してでも見つからない。その時の言葉です。本当にどこ探してもいなくて、で、超焦って、やっべーって。はい。かなり焦りました、本当に。じゃあ次の例を見てください。ねえねえ、課題の提出今日だよ。マジ？うそ。うわ、焦った。まだ半分も書いてないよ。じゃあ次の例を見てください。あの議員、またスキャンダル起こしたよね。うん、インタビュー見たよ。厳しい質問に全然答えられてなかったね。かなり焦ってたよね。じゃあ最後の例です。8時のフライトに間に合うかな。あと1時間で空港に着けるかな。焦らない焦らない。30分あれば余裕で着くから。小倉先生、ハゲタカ見たいって言ってたけどね、写うん。真をね、うんうんうん。見つけてきたからちょっと今から見せるね。はいはい。ハゲタカの名前はね、スペイン語でソピローテって言うんだけど、日本語はね、クロコンドルって言うんだって。
調べたら出てきて、で、これがその写真です。ダダン。おお、すごいでしょ。うわ、大きい。怖い、怖い。ちょっと死神みたい。黒くて、本当に頭の部分はちょっと白っぽいというか、まあ、かっこいいんだけどね。でも、こんなのがね、うん。隣の家の屋根にいたらさ、これはビスビーやられちゃうよね。で、これが羽を開いた時の写真。うわ、まあ、かっこいいけかっこいいど、ね、黒今度。まあ、近くで見たら逃げるかな。そうだよね。だからね、みんな僕が話してる時には、心配しすぎなんじゃないって思ったと思うけど、この写真を見たらね、僕の心配する気持ちが分かってくれると思うん、いや、ほんと怖い、怖い。うんだよね。じゃあ今日も最後まで見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。じゃあまた来週。また来週。